このギャップがたまらないのかな。一つのシーンで二つの魅力を感じ取ることができるっていうかね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミルクユージョイパレードオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ待望のミルクの新しいミュージックビデオ、そして新しい楽曲が公開されました。ティーザーが公開された段階でですね、今かと待っておりました。今回はですね、いつも以上にミルクの魅力を深掘りして分析し、そして徹底的に解説をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、ミルクユージョイパレード歌声分析 GO！いやー、めちゃくちゃアップテンポの曲ですね。で、塩崎さんのパフォーマンスが相変わらずテンション振り切ってて、めちゃくちゃ可愛いですね。夏ぴったりの雰囲気。もうほっこりしちゃいますね。みんな楽しそう。この何事にもとことんやるっていうのがミルクの最大の長所なんじゃないかなって個人的に思うんですよね。人を引きつける魅力満載っていうかね。その3、吉田さんの流れですね。その3の歌声はですね、鼻の中の鼻腔共鳴っていうところの音色が中心になってます。声の出し方としてはですね、歌声に鼻声の音色を乗せて歌う。こんな感じですね。そうすると、今のそのさんの声みたいに、少年のような可愛らしさがですね、強調されてきます。すごい癒されボイスですよね。で、吉田さんの声はですね、肺の中の胸腔共鳴っていうところと、口の中の口腔共鳴、そしてさっきそのさんの説明でも言った鼻腔共鳴、この3つの声の響きをですね、バランスよく混ぜて歌声に乗せているような、非常に安定した歌声です。この3つのポイントはそれぞれ役割があって、胸腔共鳴が声の太さだったり、声のパワーのコントロール。口の中が言葉の輪郭だったり、口の大きさによっては声量のコントロール。鼻の中がですね、主に声の音色のコントロールになります。吉田さんは今言ったこの3つのポイントをまんべんなく使って、なおかつ歌声にですね、息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックを使ってふわっとした雰囲気を出してます。もう一回聞いてみましょう。素敵な流れですね。次は山中さんかな。山中さん、塩崎さん、佐野さんの流れですね。で、山中さんはですね、口の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つを同時に使って歌声を表現しています。で、山中さんの歌声の特徴として、鼻の中に声を多く通すような発声方法なんですよね。そうすることによって、さっき吉田さんの時に言ったウィスパーボイス、これがですね、自然な形として歌声に乗ります。何回でもみたいな。僕がやるとこういう感じになるんですけど、この声が儚くてすごく素敵ですよね。で、塩崎さんはですね、鼻腔共鳴が中心っていうか、ほぼ鼻腔共鳴の音色のみで歌ってる感じです。塩崎さんみたいな発声方法を使うとですね、歌声がどんどん可愛らしくなっていきます。何回でもこんな感じかな。で、塩崎さんみたいな歌声で歌ってみたい方、ポイントとしてはですね、鼻声の音色を多く歌声に乗せるっていうことと、喉の奥の空間をですね、あえてキュッと締めるんですよね。そうすることによって声の響きが胸腔共鳴にはいかなくなるので、声がですね、ものすごく幼く可愛くなります。ぜひやってみてください。で、佐野さんの歌声なんですけど、めちゃくちゃイケメンな男らしいかっこいい声ですよね。これはですね、胸腔共鳴が中心の歌声になっていて、少しだけそこに鼻腔共鳴の音色をプラスして、かっこいいんだけど、きらびやかな音色を持っている歌声っていうのを作り出していますね。もう一回聞いてみましょう。
かっこいい。転んでも迷わない。こんな感じかな、僕がやると。やっぱり胸腔共鳴の音色をですね、メインにすると、太くてかっこいい声になりますよね。それが佐野さんの歌声の最大の魅力かなっていうふうに思います。ここは声が可愛いチームのつながりですね。そのさんと塩崎さんの流れ。曲調がやっぱり明るいので、今回の You Joy パレードは。だからおそらくなんですけど、レコーディングの時には笑顔で歌っていたんじゃないかなっていうふうに推測します。顔の表情っていうのは歌声にものすごく影響を与えるんですよね。笑顔で歌うと明るい声になりますし、無表情で歌うと暗い歌声になる。表情変えて歌うだけでもだいぶ声質って変わってくるんですよ。それを2人ともうまく使ってここの部分歌っていたと思います。もう一回聞いてみましょう。すごくほっこりする歌声ですよね、2人とも。で、スイカ割りをしてる吉田さんの目を佐野さんがこうね隠してるっていうのもね、この姿も可愛いですね。おいかっこいいね。感じていたい。ここめちゃくちゃ高いですよね。ここの部分ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使ってます。非常に難しい歌声なんですよね。多分地声と裏声の中間の声っていう説明を聞いた段階ですごく難しそうだなっていう風に思ったミルキーズの方多いと思うんですけど、本当に難しい声なんですよ、これ。で、今聞いたところの最初の吉田さんのパートもですね、高いところはミックスボイスで歌ってるんですよね。みんなこのミックスボイスができるっていうのが本当にすごいと思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。やっぱり感じていたいのところかっこいいですよね。ここを決めって言われる部分なんですよ。楽曲全体を見た時の用語なんですけど、楽器隊がですね、全パーと同じリズムで演奏するポイントです。そこに対して佐野さんとそのさんの歌っているリズムも決めに合わせているようなフレーズになっているので、楽曲全体でのパワー感がえぐいですよね。そこがめちゃくちゃかっこいい。で、おそらくこっからサビに突入すると思うんですけど、聞いていきましょう。いや、めちゃくちゃキャッチーなメロディーですね。で、振り付けもすごく覚えやすそうで、今回も YouTube だったり TikTok 界隈でめちゃくちゃバズるような予感がしますね。もう一回聞いてみましょう。ダンスやったことがない人でも比較的練習すれば踊れちゃいそうな感じですよね。しかもすごく振り付けも可愛いから幅広い年代の方に愛されそうな振り付けっていうかね、歌声分析とは違うお話でしたけど、そういうのも含めてすごい楽しみですね。そう最近僕こっそりとミルクの楽曲歌の練習をしてるんですよ。かっこいいから。で、どの曲も共通してる部分がサビがねめちゃくちゃ高いの。ミルクって女性ファンが多いっていうのはもちろんなんですけど、男性ファンもめちゃくちゃ多いボーイズグループだなっていうふうに僕は思っていて、だからミルクの楽曲歌いたい男性すごい多いと思うんですけど、原曲のキーで歌うってなるとこの音域出ない人多いですよね、きっと。だからミルクの楽曲を男性が歌うにはミックスボイスが必須になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ここがね最大のハードルだと思います。僕すごい難しいですよね。で、この難しい音域、そして難しい歌声をミルクのメンバー5人全員がですね余裕を持って歌えてるっていうところがものすごいんですよ。もう一回聞いてみましょう。ビッグウェーブのところが一番高いと思うんですけど、しかもロングトーンでしょ。ロングトーンって
一つの音を長く伸ばすことをロングトーンって言うんですけど、このロングトーンがまた難しいんですよ。しっかりと声を腹筋と背筋でこうグッと支えてあげないと、音がブレちゃったり声が裏返ったりしちゃうんですよね。そういった歌の基礎力もですね、ミルクの5人は完璧なんですよ。いやー素晴らしい。ここの追っかけパートも素敵ですね。塩崎さんの後は吉田さんが歌っていて、そのさんの後は山中さんが歌ってるって感じかな。もう一回聞いてみましょう。キラ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 したシーンですよね。塩崎さんの可愛らしい歌声の後に吉田さんがですね、ウィスパーボイスを使ってふわっとした雰囲気で歌声の雰囲気を合わせてるというか。で、その後のそのさんも可愛らしい歌声を表現した後に山中さんがウィスパーボイスで歌声の雰囲気を合わせている。こういうところにやっぱりね、ミルクのチームワークの素晴らしさを感じますよね。佐野さんってすんごい音程取りづらいパートを担当することが多いですよね。今のフレーズ最後の音はですね、転調って言って、歌ってるフレーズの途中でですね、楽曲のキーが変わってるんですよね。で、このキーが変わると何が難しいかっていうと、雰囲気がガラッと変わるので、音程がものすごく取りづらくなるんですよね。爆裂愛してるの時の落ちサビ前の佐野さんのパートもですね、すごく音程が取りづらかったし、やっぱり音感が素晴らしいからこういうパートを担当するんだと思うんですけど、いやほんとすごいですね。で、最初に歌った吉田さんの歌声のパワー感、これがえぐいですよね。ここのポイントはですね、胸腔共鳴の音色を増やしてるんですよ。そうすることによって声にパワーを乗せたような状態になってます。もう一回聞いてみましょう。すごいね。この流れも完璧ですね。吉田さんのかっこいいパワフルな歌声から佐野さんのイケメンボイス、そして裏声でふっと抜くんだけど転調しているからものすごく神秘的な雰囲気になってますよね。いやー、歌的にも難しいし楽曲的にも難しいし、さすがミルクですね。お、何かを見つけたようですよ。はっってやってる。この表情にちょっとびっくりしてそっちの方をね先にリアクションしてしまいましたけど、今の山中さんの声、この声山中さんの歌声の中で個人的に一番魅力的な歌声かなっていうふうに思います。ちょっとねごめんなさい、テンションが上がりすぎて早口になってしまいましたね。一番山中さんの歌声の中で魅力的な歌声、声の実音よりもウィスパーボイスの息の量の方がやや多いんですよね。この歌声も実はすごく難しくて、歌声として出ている声量はすごく小さいんですけど、でも使ってる息の量はめちゃくちゃ多いから肺活量が必要になってくる声なんですよ。息いっぱい吸ったとしても一瞬で息を使い切ってしまうような声の出し方っていうか、この歌声もコントロールがミックスボイス並みに難しいんですよね。もう一回聞いてみましょう。君と僕はベストフレンド。こんな感じかな。もっと息の量多いですよね、山中さん。今限界まで息を吸ったんですけど、このワンフレーズで僕の場合は息全部使い切ってしまいます。だから後半とかちょっと苦しそうな雰囲気出ていたじゃないですか、僕の歌声。それぐらい大変なんですよね。いやー、山中さん素晴らしいですね。あ、びっくりしたのは流しそうめんがあったからってことか。こういった楽しいポイントもミルクのミュージックビデオは毎回あるから、今回は何が来るんだろうっていう風にね、期待しちゃいますよね。山中さんの歌い出しからもう一回聞きたいと思います。今山中さん前半はですね、先ほど言った声の実音よりもやや多い息の量を混ぜたウィスパーボイスで歌って、
後半はですね、ウィスパーボイスは使ってないっていう2つの歌声でですね、ここのフレーズ歌ってました。こういったコントロール力もね、素晴らしすぎますよね。もう一回聞いてみましょう。で、この音源を聞いた感じ、息継ぎしてないんですよね。前半で相当息を使っているはずなのに、息継ぎなしで後半のフレーズも歌ってる。化け物並みの肺活量ですよね。それをさらっと歌ってるところがめちゃくちゃかっこいいです。で、ここで吉田さんの安定した素晴らしい歌声。で、歌声も素晴らしいんですけど、吉田さんの場合は、リズム感も素晴らしくて、言葉の子音の発音の仕方とか、あとはですね、歌声の躍動感の作り方。この辺がすごいんですよ。リズムの躍動感を作るには、スタッカートっていう音を切るテクニックが必要になってきます。このスタッカートをですね、的確な位置に入れることによって、吉田さんは歌声の躍動感を作り出してるんですよね。ここがね、天才ですね。もう一回聞いてみましょう。2回ひもしょっぱいひも、こんな感じになってますよね。全体的に音を切るような感じで歌うと、こういった躍動感が生まれてきます。あとは先ほど言った子音を強く発音するポイントをどこに持ってくるか。これによって強い音、アクセントっていうのも生まれてくるので、さらに躍動感が生まれてきます。かっこよさが増幅するっていうかね。で、ミルクのメンバーの中で一番スタッカートを意識して歌ってるのが個人的に佐野さんかなっていうふうに思います。今のポイントがですね、そこがものすごく強調されていたかなっていうふうに思います。そしてその後の吉田さんもですね、スタッカートを意識したような歌声になっていて、ここの2人のつながりがですね、躍動感がものすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら、意識して聞くと音を切ってるっていう雰囲気が分かりやすくなりますよね。音を切ることによってグッとブレーキが効いた感じがして、その後の音で急発進するみたいな音の流れになるんですよ。これがフレーズの躍動感につながってきます。かわいい。今回ミルクのメンバーの表情もいいですね。みたいな。なんだあれみたいな。映像が楽しすぎて歌声分析に集中できない瞬間があります。いい意味でね。それぐらい魅力的なミュージックビデオの映像だっていうことなんですけど、お化けが出てきたらそりゃね、びっくりしますよね。で、ここは可愛らしい塩崎さんの歌声。先ほどの歌声よりも鼻腔共鳴の音色を強調しているような感じがしますね。可愛らしさが増幅したっていうか。で、その後の山中さんとそのさんペア。マジディスティニーペアですね。マジディスティニーの時にも思ったんですけど、山中さんとそのさんの歌声って相性いいですよね。二人で一緒に歌った時に魅力が掛け算方式で増幅していくっていうか、もう一回聞いてみましょう。いやこのつながりも最高に素敵ですね。やっぱりミルクの楽曲の歌割りって天才だと思うんですよ。これね、前回も言ったかもしれない。チラチラ部の時かな。どの歌割りになっても最大級の魅力がですね、表現されるグループ。それがミルクですよね。だから毎回今回はどんな魅力を見せてもらえるんだろうっていう楽しみもですね、あるんですよね。新曲が公開するタイミングって。だから毎回歌声分析するのがね、楽しみです、僕。怖いのかなやっぱりね、お化けだからね。曲の歌詞のストーリー性と映像のストーリー性が合ってないっていうところがまた面白いですよね。逆に可愛い。映像はめちゃくちゃ面白いのに、歌声はめちゃくちゃかっこいいっていうね、このギャップがたまらないのかな。一つのシーンで二つの魅力を感じ取ることができるっていうかね。
そう、この今聞いたサビのポイント、ここは先ほど聞いたところよりもやっぱり全員が歌のパワー感を意識して歌っているような雰囲気ありますよね。すごく力強さを感じるポイントというか。そして映像的にはお化けはいなくなったのかな、なんかみんなほっとした表情をしてましたよね。もう一回見てみましょう。でんぐり返しの塩崎さん可愛いですね、やっぱ行動がね。そっか、映像的に明るくなったからお化けはいなくなったよっていうことなのかな、ここは。ミュージックビデオの映像の考察までしたくなっちゃいますね。おい、まさかのラップが来るんですね、ここで。いやー、これは想像してなかった。めちゃくちゃかっこいい。やっぱりラップになったことによって佐野さんの先ほど言ったスタッカート感がですね、ものすごく生きてきてますよね。メロディーよりもラップの方がリズム感をですね要求されるので、やっぱりスタッカートって必須になってきたりするんですよね。あと佐野さんはですね、全体的に言葉の子音を強く出す歌い方もしてるので、ラップに完璧にマッチしてるなっていうふうに思います。で、塩崎さんもしっかりとスタッカートを使っているので躍動感がものすごい。でも声質はですね相変わらず可愛いから、ものすごくあどけない感じがすごく引き込まれますよね。もう一回聞いてみましょういいですね、ここのシーン。全員がラップパートを歌うのかな。どのような表現になるのか楽しみですね。ラップはその3で終わりなんですね。で、その3のこのラップなんですけど、先ほどのメロディーを歌ってる時と声の出し方を変えています。どう変えてるかっていうと、口の中の口腔共鳴が中心になってるんですよね。そこに少しだけ鼻腔共鳴の音色を足したような、こういった発声方法になってます。で、おそらくラップパートはですね、口を大きく開いて口腔共鳴の音色を増幅させたんじゃないかっていうふうに思うんですよね。言葉一つ一つの輪郭がですね、ものすごくはっきりしていて、で、口を大きく開けて歌っているので、喉の奥までしっかりと響いた声の音色になってるんですよ。めちゃくちゃいい声。で、後半の一言ずつ歌いつないでいくポイント、ものすごくスピード感がかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。で、最後のその3だけ、君とっていう風に最後の音をしゃくってるんですよね。ここのリズムのため感がですね、めちゃくちゃかっこいい。で、佐野さん、吉田さん、塩崎さん、山中さんはですね、君とっていう風にスパッと切るような感じで歌ってるんですよね。だからこそ最後のその3のフレーズがものすごく目立ってかっこよく聞こえるっていうか、こういうチームワークが本当に素晴らしいんですよね、ミルクって。めちゃくちゃ可愛いシーンじゃないですか。もうなんかパフォーマンスがものすごくほっこりしますよね。で、夏祭りの提灯が出てきましたよ。ここからまたなんか違う展開が来るのかな。パフォーマンスアピールタイムだったんですね。でも佐野さんがすごくびっくりした表情をしてますね。アピールしすぎたとかそういった表情なんでしょうか。他のメンバーはもう特設ステージみたいなところに乗ってますもんね。続き見てみましょうか。あ、いや、すごいね。ここで特攻が使われたサビなんですね。特攻っていうのは特殊効果っていう言葉の略で、ボーンって爆発とか、あと紙吹雪のパーンってやつとか、この火柱みたいなやつも特攻って言われてます。めっちゃかっこいいですね。歌い出しから聞いていきましょう。かっこいい。このミュージックビデオ一番のパワフルなパフォーマンスという感じがしますよね。めっちゃかっこいい。個人的になんですけど、
そのさんの衣装、オーバーオールにニット帽、めちゃくちゃ可愛いですよね。てか今回のミルクの衣装なんですけど、ビシッと決めるっていうよりもプライベート感を感じることのできる衣装ですね。今回はそういうところを前面に出すっていうテーマなのかな。ここもいいですよね。すごくかっこいいシーンと可愛らしいシーンが行ったり来たりしてるような楽曲ですよね。友情パレード。ここに大きく心を揺さぶられるんですよね、僕は。女性の皆さんとか特にそうなんじゃないですかね。かっこいいって思って聴いていて、急に可愛いが来るから、キュンってなるんじゃないですか？男性の僕でもものすごく見応えありますからね。いや、ほんと最高ですよ。やっぱりこの難しいポイント、ここ音取るの難しいですよね。やっぱり地声から裏声にスムーズに切り替えるだけでも難しいポイントなのに、しかも転調していて音程取るのも難しいっていうね。でもこういう難しいポイントがあるからこそ練習したいっていう気持ちにもなりますよね。ぜひ今回の歌声分析動画を見てですね、ミルクの友情パレード、歌の練習していただけたらなっていうふうに思います。いいね。あ、かっこいい。山中さんの優しいウィスパーボイスから最後5人での決めっていうね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。サムネイルはここのシーンを使おうかな。かっこよすぎるから。ただまだ時間がですね、46秒あるんですよ。また曲が始まるのかな？どうなんだろう。あ、違うんだ。お？また始まりましたね。どういうこと？ちょっと始まりから見ていきましょうか。あ、そういうことね。エンドロールなんだ。せっかくなんで見ていこうかな。あ、そういうことか。また歌が始まるのかなと思ったんですけど、インストゥルメンタルなんですね。で、エンドロールが流れていくみたいなね。いやー、最高でしたね、今回も。以上、ミルク、ユージョイパレード。歌声分析はここで終了です。いやー、かっこよく、そして可愛らしく、魅力がてんこ盛りのミュージックビデオ、そして楽曲でした。毎回様々な魅力を表現してくれるミルク、本当に最高だし、次は何をやってくれるんだろうっていう期待感がですね、ずっと続きますよね。そして何事にも一生懸命だから、心の底から応援したくなるグループ、それがミルクなのではないでしょうか。僕も微力ではありますが、ミルクの歌声の素晴らしさをですね、少しでも多くの方に伝えられるように、今後もミルクの歌声分析動画公開していきますので、ミルキーズの皆さん、今後ともぜひよろしくお願いします。そして動画の内容を気に入ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ボイストレーナーの鶴さんでした。